引用リツイートしようとしたら間違えて普通にリツイートしちゃいました。お待たせしました。こんばんは。おはようございます。開始ツイートもしました。はい、いらっしゃい。焼肉やってるよ。というわけで音入ってるよね。ゲームの音はね、まだスタートしないと入んないかな。ただ肉焼いてる音しか入らないので、まあ音量こんなもんでいいでしょうと。 BGM ちょっと落とそうかな。こんなもんでどうだろうか。よいしょ。こんなでいいか。はい、というわけでお待たせしました。始まってるね。 OK だね。一応説明欄読んどく。いつも読む流れになってるからね。ですね。ゲームの内容もいかれてるけど、ゲームの説明もだいぶいかれてるね。読んでいくね。お腹が空いた？焼肉食べたい？でもカロリーが気になる？そんな時には焼肉シミュレーター、牛タンハラミ上カルビ。カルビがあなたを待っています。なんだこれ。焼肉シミュレーターならいくらの焼いてもカロリーゼロ。思う存分焼いちゃいましょう。ライス、ビールは必要に応じておのおのご用意くださいということで、なんかいいのないかなと思って探した結果、水を用意してきました。かぶるか。これか。これや。ビールがね、なかったんだよね。水です。フィリコです。どうしよう。僕の位置取り。これか。これ実はカテゴリーをなんだっけな、コメディだっけなにしてるんですけど、ゲームにするかコメディにするか迷いました。どっちかっていうとあれなんですよね、雑談メインになりそうな雰囲気はある。ちょっと触れた感じね。ということでフィリコを片手に肉を焼いていこうと思います。フィリコサンリオのあれですね、コラボもやってます。ちょっと見たらね、結構しっかりサンリオでした。あれなんですね、キティさんがいないんですね、見た感じ。ホームページを見て初めて知ったんですけど、ルロロマニックっていう子知ってます？この子初めて見たんですよね。2人組でした。キキララのなんかちょっとデビル版みたいな、そんな感じの子でした。この子前からいたのかな。だいぶ初見なんですけど。はい、というわけでやっていきましょうか。よいしょ。今日もね、配信前に20分くらい寝てきたので、まあまあ元気です。よいしょ。はい。で、チャレンジモードっていうのがあるらしいんですけど、どうしようかな。とりあえずフリーモードでなんか話しながらやっていこうかなって思います。ちょっとあれだね、僕の挙動がおかしい。ちょっと調整してきます。
挙動が不審になってしまった。よいしょ。調整したんだけどな、さっき。よいしょ。まあこんなもんでいいでしょう。はい、というわけで肉の日でございます。そしてウルー年でございます。皆様いかがお過ごしでしょうかということで、僕はあれですね、一昨日だっけな、27日で、うわすげえ、どれがどれ、何があるんだっけ。牛タン、ハラミ、上カルビ、カルビが謎に2種類ありますね。これ火力も調整できる。最大が5で、謎の3丁があると。3くらいでいっか。これが牛タン。これ火の通りが多分違うんだよね。適当に焼いていこう。で、なんで焼肉しようかと思ったか。これさ、焦げてる？ヤミーって言ってる。なんだけどさ、ヤミー。これ音大丈夫？コメント見れないわ。一旦これ片付けてからコメント見よう。うわ。これすぐ焼けるね。もう目を横に持ってくる。こうだ。こうだ。OK。ヤミーの上が多分あるんだよね。確かね、グレード的なのがあった気がするんだけど、どうしようかな。こっちをこう持ってくか。これいいか。やみやみしていきます。謎に焼肉シミュレーターを求められるっていう、そういうムーブがありまして、これに対して何を求めているのかは全然わかんないですけど、これがパーフェクトだ。パーフェクトがあった。でもさ、パーフェクトにすると焼きすぎな感じするんですけど、個人的にヤミーくらいが好き。こう重ねたらダメかな。これぐらいが良くない？これに対して何を求めてるのか全然わかんないですけど、まあ需要には応えてやろうかと。しゃあねえから。これサンチョ食べれないの？食べれる？なんか食べてるっぽい。これぐらいなのかな。結構焦げてるくらいがあるんですよね。パーフェクトなんですよね。このぐらいかな。やっぱ闇くらいがいいな。これ置いてるのか。浮かしたまんま焼いてるのかと思った。というわけでね、思ったより忙しい作業になりそうですね。喋りながらできるかな。デビューして1ヶ月になりましたけども、あんまりね、己の行動とか振り返らないんですけど、今日は特別ということで振り返っていこうかなと思うんですけど、これか。これでもやるんだ。これぐらいなんだ。どう？なんか置いてんだか置いてないんだかわかんない判定になりますね。でもヤミなんだ。これもっと焦げたら何になるんだろう、判定。
これ面白い。焼肉焼くのにうまい下手あるの全然嬉しくないんだけど。これぐらいで食べたいな。でもタンは結構焼いた方がいいな。タンは生感あると嫌だな。あ、やばいかもこれ。あ、でもパワフルトだ。これあるんすよね。何でしたっけ、ジンギスカン1回しか食べたことなくて、匂いがすごいことしか覚えてない。あとイノシシは食べたことないです。なんでやねん。返品してきます。いいじゃないですか、うまくて焼くの。誰だと思ってんすか。一応喫茶店やってるんすよ。料理くらいできますわ。よいしょ。で何でしたっけ。そう実はティザー PV かの方でいつ出したんでしたっけ。12月のなんか31とかでしたっけに27デビューしますみたいな PV を出させていただいたんですけど、実はですね、今同期と呼んでいる2人も同じくらいにデビューしようと考えていたらしくてですね、たまたまかぶったと。全然示し合わせとかではなくたまたまかぶって、で僕が先に PV を出してしまったものだからなんかあんな感じになってしまったんですけど、肉焼いてます。いらっしゃい。個人税にしては異例なのかなの同期ができるという謎の現状になってますけど、ちょうど夕飯時ですからね。肉焼いてひたすら食っていきます。サンチョも食っとこう。サンチョって単品で食べるもんでしたっけ。なんかお肉を包んで食べてるイメージがあるんですけどね。あれですね、普段タンとかあんまり食べないんですけど、このゲームにおいては食べやすいですね。なぜなら焼くれのが早いから。あ、もうコツ掴んできたもんな。タンね、人が食べてるのあったら1個もらう程度だな。自分から好んで食べないかもしれないな。ちょっと焦げたか。おこぼれをもらいます。もうちょいか。やみやみ。よいしょ。で3人一緒のデビューという形になったんですけど、うわ、時間もね別にあれなんですよ。実はみんなで集まって決めたとかそういうなんかそういう話は全然なくてですね。あ
おのおのやりたい時間を上げていったらああなったっていうだけの話なんですよね。おそらくきっとそう。ちょっと詳細はわからないです。僕個人的にベリスの方から連絡が来まして、でああいう感じになったんですよね。月城は知らないです。よくわかんないです、あの人。多分そんな感じだと思います。でもあれで結局良かったかなって思いますよ。面白かったし、嫌なことは最初に終わらせたいタイプなので、最初にやってしまって、あとはもう後方腕組みで楽しんでればいいんでね。あれで良かったかなって思ってます。流れに関してはね、もうちょっとあれかな、なんか面白いことすればよかった。僕もあれだな、バトン投げるなりすればよかったな。バトン全盛りはずるかったな。僕もやりたかった。で、よいしょ。いろいろ仕込みなども事前にやってたおかげで、まとも枠と言われるようになりました。どうもありがとうございますと。青けどまとも枠です。うわ、これあれかな、並べ方も A 型死んでるかな。今頃生きてる？ A 型いるの？うちいないだろう。コメントがよいしょ。コメント読んでたら肉が焦げるぞ。ハクくんじゃなくなったんかって、なんか最初に喧嘩売ってきたのはそっちなんだよなっていう話を今日してもいいんじゃないかなって思ったんですけど、最初あれだったじゃないですか。3人で一緒にレビューしようって、実はベリスからお話をいただいてまして、全然月城白夜とは話してなかったんですよね。なんで全然知らない人って言ったらあれなんですけど、何の印象も本当に抱いてなかったんで、適当に白夜くんでいいかって思ってたんですけど、挨拶来たんですよね。その後挨拶に彼が来まして、彼意外と連絡はできるんですよ。起きれないけど。なんでその時点では普通のあれだと思ってました。普通の青年だと思ってました。そんな時期もありましたね。彼連絡はできるんですよ。ちゃんと挨拶もできるんですよ。この辺りで彼の好感度を手こ入れしておかないと今後上がることないと思うので、ちゃんと寝ろだの起きろだのパカヤだの言われてますけど、挨拶はできるのでというフォローだけさせていただきます。みたいな感じでね決まったんですけど、無事デビューもできましてと。やみやみ。もう上がることはないでしょう。多分なんだけど君の好感度はもう上がらないよ。
もうそっからボロが出始めてね、こういうことになったわけなんですけど、よいしょ。で、何でしたっけ。で、デビュー後ジャンタマと、いやジャンタマもね、実はちょっと練習してるんですけどね、CPU にも勝てない状態でダメですね。よいしょ。で、あと何でしたっけ。自分の画面開いとくか。何やったんでしたっけ。その後がそうね、リファインドセルフね。よいしょ。あー、コメントが後ろ行っちゃった。今度麻雀やるか。あ、やばいか。これあれかな、焦げすぎたらヤミーになるのかな。そういう仕様か。あ、どこ行った。落としちゃった。山頂食べとこう。リファインドセルフもいいゲームでしたね。他の人の結果も見てみたいなって思ったり思わなかったり。ネウル姉さんのは見に行きました。よいしょ。初手炭鉱行ってて同じ行動してちょっと笑っちゃいましたね。やっぱやるよなあれ。看板を誰も読まないっていう現象が。だってそこに道があるんですもん。やりますよね。いや、うまいな。さすがに肉焼くのうまいか。焼肉屋開くか。焦げるって基準どこなんだろう。さすがにこれは焦げか。あ、でもパワフルとだな。ここまでいったらもう焦げ。これでもありなんだ。個人的にはこれ焦げなんですけどね。ミディアムレアくらいが好みかな。やみやみ3時食っとこう。で、その後何やりましたっけ。あ、8番出口ね。やったやった。そんなものあれが一番難しかったかもしれない。あんまり今までゲームやったことないけど、もしかしたらあれが一番難易度高かったかもしれない。あの後ちょっと調べたんですよね。現象とかは見てないんですけど、ネタバレを踏まないようにある程度のルールを把握してきまして、どうやら一度出た現象はもう出ないらしくて、永遠に壁と床を確認してもらってて、
面白くなりましたね。やみやみいいね。焼肉シミュレーターが一番うまい。得意だな。で次ね、スプラトゥーンね。これ何でしたっけ。普通にあれか、バンカラマッチやったんでしたっけ。ああ、腕前上げたいって書いてあるんで、多分あれかな、ガチマッチでもやったんですかね。あ、肉がなくなった。焼きます。実はスプラに触れたのもまあまあ久しぶりでして、よいしょ。やっぱあれですね、1月12月あたりは準備でいろいろバタバタと作業をしてましたので、あんまりゲームに触れられなかったんですよね。まあリハビリ感はちょっとあったね。この前 A になれたのでね、またデュアルスイーパーに触れつつ S 目指していこうかなという感じではありますね。よいしょよいしょ。山頂食べよう。これ火力上げてみる。忙しくなるかな。タン結構あれですね、焼き加減分かりづらいですねこれ。よいしょ。これ焦げたかな。これ焦げかな、さすがに。でもパーフェクトだね。でその次、死刑囚の記録ですね。これもね、読み物ゲームって感じで、よいしょ。ゲーム下手な僕にとってはやりやすいゲームでしたね。ストーリーも面白かったしね。最後のね、オチっていうんですか、ラストが衝撃的で、よく考えればまあ予想できる展開ではあるけど、まさかねって感じでしたね。まあこれまでで、ここまでの配信で、結構事故ると音が入らないだの、コメゼが起動しないだの、そういうこともありますわな。まあ慣れてないんでね、ということで多めに見てはいただけないだろうか。1ヶ月ですもん。 OBS なんて触れたことのないトナカイが1ヶ月でこれだけ成長できる、素晴らしいですね。確かあれでしたっけ、死刑囚の記録の2回目でしたっけ、後半で確か音量が意味わかんないことになってたんですけど、あれはですね、画面が開かなくて、新しくあれなんですよね、 OBS の設定で読み込みをしたら、その読み込んだ画面の音量を未調整のまま始めるという爪が甘いことをしてましたね。お前はいつもそうだと。
最後まで確認しろと、そういうことですね。反省はするけど多分治りはしないです。もうこれでずっと生きているので。コメントが下に行っちゃうな。どうもいらっしゃい。焼肉やってるよ。こげちゃう。今日肉の日だからね、焼いてこう。焼いてくぜ。いらっしゃいって言うとなんか僕が焼肉屋に転職したみたいになってるけど、まあ今日はそれでいいでしょう。焼肉やってるよ。サンチョもあるよ。今日は1ヶ月をお祝いしてます。架空の肉を焼きながら。悲しいですね。牛タン食べるかい？焼いとくか。いっぱい焼くよ。牛タンとカルビと上カルビと、あとなんだっけ、ハラミしかないです。よいしょ。焦げる焦げる。で、焼いたものを自分で食べると。白米食べたい。白米食べたいけどね、このゲーム肉しか焼けないんだ。やっぱ肉のお供は白米ですよね。米しか勝たんのよ、結局のところ。ハラミ好きだな。食べやすくていいっすね、ハラミは。牛タン焼く？カルビと上カルビ。ね。サンチュね。ここサンチュしか置いてないわ。日本人かぶれかもしれない。確かに白米食いたいな。サンチュってあれですよね、肉に巻いて食べるイメージあったんですけど、これの使い方って素で食べるので合ってる？牛タン焼いていくか。牛タンお求めだからな。そうね、まあ、今後もね、音量事故はあると思うので教えてほしいなと。この間やったフェスのスプラのコラボも後半事故ってたんですよね。確認すればよかったなと反省しました。僕の音声が入っていないっていう。やっぱ始まる前に確認するべきですねっていう学びを得ました。日々学びを得てます。見守ってください。で何でしたっけ。でその次ゴーストピア、ここで長編が始まると。僕5G が悪いですよね。僕は悪くないってことにしとこうか。でここから長編が始まると。それまではね単発のゲームばかりだったんですけど、ついに
ゴーストピア長編読み物ゲームが始まりますと。結構読み物ゲームとか好んで選んでるんですけど、読むのが好きっていうのもあるんですけど、単純に僕のゲーム操作能力がなくてですね、ちょっとあれかなと思ってイライラさせてしまうの申し訳ないなと思い、まあいい読み物ゲームないかなと探していたところ、イブね、僕やったことあるんですよね。個人的にリメイクはやったことないんですけど、前のやつ、リメイク前のやつイブやったことありまして、あ、間違えた。あ、これでもヤミーなんだ。結構判定甘いな。まあまあレアなもの食べちゃいました。明日お腹壊すかもしれない。面白いですよね。イブみたいな、なんて言うんでしょうね、キャラクターゲームっていうんですか、ああいうのみたいなのをやったのがイブで確か初めてだったんですよね。なんかキャラクターがなんか立ってるような、言いたいことわかる？全然伝わらんか。なんかメインキャラがいて、シナリオがあって、キャラ設定もちゃんとあってみたいな、そういう、なんて言うんでしょう、そう、個人制作ですよね、あれ。フリーゲームでそういうちゃんとした世界観を持っているゲームをやるのが確かあれが初めてで、ストーリーがね、そうなんですよ。あ、また捨てちゃった。たまに闇に消えていく肉、彼らはどこへ行っているのか。あとはもう青鬼みたいなゲームしかやったことがなかったので、ストーリー性っていうんですかには感動しましたね。そっから結構そういうゲーム増えましたもんね。違ったかな。で、謎のロブライブ、そう、ノベルゲー好きだね。かまえたちの夜とかやったことはないんですけど、実況っていうんですか、かつてふふふふふにいた、何も隠れてない、まあ住処が違っていた頃、結構そういうのを好きでして、かまいたちの夜とかね、そういうね、そういうのが好きでやってたんで、ああいうのってあれじゃないですか、過度にゲームセンスを求められない、ある程度あればできるみたいな感じのレベルなんで、まあ、僕でもできる程度のね設定をしてくださってるのでやりやすかったっていうのもある。ということで、ゴーストピア、確かこれたまたまスチームを漁っていたらおすすめされたんだっけな、閲覧履歴みたいなのでおすすめされまして、選択肢とかもなくて読み物ゲーム、バッドエンドもないみたいな感じの説明だったので、全然中身が想像できなかったんですよね。で、どうなんだろうとは思ったんですけど、レビューを見たところストーリーがいいと、結構レビューの評価が良かったので一応やってみるかと。
確かね、なんだっけな、読む映画っていうそういう宣伝の仕方をしてまして、それもあって気になったんですよね。でやってみたんですけど、本当になんていうんですか、絵の枚数も多くてキャラクターも可愛いし、で動きがすごいんですよね。本当にアニメーションみたいな感じで動くんですよ。でなんかアイキャッチとかも入って、オープニングエンディングもあって、本当に映画一本読んでるような、そんな感じになりましたね。結構一つのストーリー長めなんですけど、僕1話ずつ1放送やってるんですけど、最初はオープニング1話と2話やったんですけど、それ以降は1話ずつ進めてまして、結構ね3時間とか軽く、読んでるからっていうのもあるんでしょうけど、3時間とかね1話で軽くいくようなボリュームで、それでいてキャラクターも可愛いし、アニメーションもついてくるみたいなね、結構ね本格的な、そんな感じのゲームでしたね。ゲームというよりは本当に読み物って感じですよね。満足度高かったです。まあまあお値段はしたんですけどね、2000円ちょっとだったっけな、2000円か、そんぐらいしたんですけど、全然そんなあれでしたね。2000円だっけな、いくらだっけな、ちょっと確認する。これ焼いたら確認するか。スチーム開いて、そうなんですよね。映画って今1時間半ちょっとでしたっけ、1本。だいたい2時間いくかいかないかって感じですよね。だから全然1話どれだっけ、でストアページと今2300円ですね。って感じです。スチームで売ってるゲームにしてはまあまあって感じですかね。って感じかなって思うんですけど、全然ボリュームもあってね、いやいいと思いますよ。ぜひやってみてください。ストーリーもいいしね、感動ものでした。って感じでゴーストピアをシーズンで始めたんですけど、これ確かシーズン1までで出てるのが、シーズン2がですね今制作中なので、こちらを発表されたらまた続きものとしてやっていきたいなっていう感じではありますね。よいしょ。ほんでもって2月12日、同期2人のコラボですね。こちらが問題作となっております。せっかくだからなんかコラボやりましょうみたいな話になったんですけど、最初はね月城と話してて、ホラーゲームでもみたいな話になってたんですけど、そういえば問題でしょあれは。そういえばベリスあれでしたね、ホラーが苦手だって話を言ってたな、初配信でっていうのを2人ともすっかり忘れて、ホラーゲームを探し始めるっていう。
そういう流れがあってからの何でしたっけ、ライフと最終的にこのアンレールドどっちにするって話になったんですけど、正直どっちもどっちだったんでっていうとあれなんですけど、まあどっちでも面白いことにはなるだろうということになりまして、じゃあアミダで決めればいいじゃんってなって、で決まったのがアンレイルドですね。僕が突然くじを送りつけて選ばせました。これは僕は悪くないですね。選んだ方か、もしくはくじのシステムが悪いです。そういう流れでアンレイルドになったんですけど、ベリスの方がね、結構あの子ちゃんとしてるっていうとあれなんですけど、そう天がやれって言ってた。天には逆らえないですね。なんか順列的には一番下みたいな感じになるんですけど、あの子結構事前調査とかしているらしくて、ちょっと早めに集まったんですけど、チュートリアルやらないとできないよってその時言われまして、僕と月城はやってなかったので、その場でチュートリアルを始めるっていう無計画さを出してしまいまして、まあそんな2人ならああなるわなって感じではありますよね。だって始まる10分前くらいにチュートリアルやってんだもん。いや僕もね、ちょっと初めに開いてはいた。開いて操作感を確認した。で閉じた。これ操作感がとんでもなくなと思って、すごかった。まずマウスの使い方が謎っていう。僕、キーマウでやってたんですよね。ゲームパッドを持ってなくて FPS とかやらないので。焦げたか、焦げてなかった。マウスの、左クリックで謎にラインを引き始めるっていう、そういう謎の仕様がありまして、これにちょっとイライラして閉じました。そんなスタートではあったんですけど、でその後にこれはあれですね、見ていただいてって感じですね。でも僕も頑張ったと思うんだけどな。前半は本当に何やったらいいのか分かんなくて、ひたすら木切って石掘ってた。これがマインクラフトかと、そう思いましたね。で謎の侵入者を2人でボコし始めるという、仕事そっちのけで。これにはベリスもピキるみたいな、笑ってくれてましたけどね。後半はね頑張ったと思うんだけどな。自己評価は高いですよ、結構あれ。ちょっと水を置き忘れるっていう、そういうあれはありましたけどね。マイクラも僕もね、あんまりにも自由すぎて何やったらいいのか分かんなくてね。そうなんです。作業感が好きな人は
好きなんでしょうけどね。建築とかいっぱいやってる人いるじゃないですか。僕も建築動画とか結構見るの好きなんではあるんですけど、自分でやるのはまた違いますよね。結構飽きるの早いんですよね。あ、これあれか、持ち上げられるのかで置くと。へえ。なんで実は青家っていう母が一緒の兄弟たちの、あ、また捨てちゃった、が何人かいるんですけど、兄弟たちと、あとかなりさんっていう、まあほぼ青家の方とマイクラサーバーがあるらしいんですけどね。僕はそこには入ってないんですけど、実はお誘いいただいてたんですよね。いい人たちだ。僕があんまりにもみんなとゲームやらないから誘っていただいたんですけど、マイクラ特にやりたいことがなくてですね。優しい世界です。みんないい人たちです。特にやりたいこともなくて、あとみんなあれなんですよね。結構夜遅めにゲームをしていらっしゃる方で、結構僕は朝方の方なので時間が合わないんですよね。夜中とかにやってるみたいですよ。忙しい人たちだ。なんで一度お断りはさせていただいてたんですけどね。一応誘われてはいます。大丈夫です。まあそうですね、サーバーには行かない代わりに外部から語り部のスキンを提供させていただいたりと、そういうことを睡眠時間削って生きてます。何時に寝て何時に起きてるのか。サーバーが最近寝床になってるみたいですね。そういう噂です。なんかIT 企業の仮眠室みたいな、そんな感じにディスコサーバーがなっているそうです。僕はね、ちゃんと寝る人なんで。あれなんですけどね。まあ面白い人たちですよ。3時間寝ればなんとかなることを気づいてしまったか。僕もね、アラームなしで起きれますみたいな触れ込みで褒められてるんですけど、実はそれにはちょっとした訳がありまして、ちょっと前までね、あれなんですよね、3時起き7時出勤の身でして、長くても5時間くらいしか寝てなかった。それを4年繰り返した結果、5時間以上は寝れなくなった。そういう病気なんですよね。今だから言えるんですけど、別に健康的とかそういうんじゃなくてね、まあ今あれですよ、多少は改善されてるんですけど、こういう活動を始めたことによって、なんていうんですか、配信活動が我々生活のメインになってくるわけでして、僕に限った話だと思うんですけど、なんであれなんですよね。また最近寝
寝ないと言いますか、寝れないと言いますか、そういう生活リズムに戻った結果、アラームなしで起きれるという得意技を見出してるわけですね。あんまり人のこと言えないんですよ。生活リズムが睡眠リズムが終わってるのはお互い様と、そういうことですね。ここだけの話ね。パンチを食べてこう。まあみんなそんなもんですよね。カルビ食べるか。悲しい話ですね。まあそれでも生きてるんで楽しく生きてます。というわけでアンレールドの後ですね、実はネウル姉さんの配信が何でしたっけ、お披露目配信、グッズのお披露目配信でしたっけ、3ヶ月記念のお披露目配信がありまして、それを3人で観客席で見るというただのオタク行為をしておりまして、その時にあれなんですよね、通話突みたいな、逆突みたいな感じの企画をしていらっしゃったんですけど、僕がそれに出れたのは居残りでですね、観客になっていたってだけの話なんですよね。多分あれがなければ普通に寝てましたね。正座待機してました。3人で最前列でうちわ持って。よかったですね。グッズ売ってるらしいです。僕も出したいなっていうことを言うと、3人で圧が多分3人以上最前列いたと思います。3前列の1列全部多分埋まってたと思います。あ、捨てちゃった。みんなでうちわ持って応援してました。まさかの新規イラストがあるっていう、あのお写真良かったですね。よいしょ。みんなでサイリウム振ってますよ。姉さん何色なのかな、青なのかな、青が多いんですよね。青毛なだけにみたいなね。ちょっと暗めな青なんですかね。星空観測にでしたっけみたいな感じの人ですし、あんまり把握できてないんですけど、僕とあとヤガミナさん以外青ですか？多分そうだと思います。夜空みたいな、そんな感じの色だったような気がしますよ。メッシュも入っててねって思ったんですけど、兄弟結構ピアスとかしてるんですよ。ベリスもしてて、月白ガチャガチャだし、ネウル姉さんもしてるんですよね。僕も欲しいなって思って、僕にもくれないかな。角についちゃうかな。角につけてもいいな。ちょっとハッピーな感じでもらえないかな。今度お願いしたらもらえるかな。ドレスもね綺麗で、
花の名前忘れました。クリスマスツリーみたいになるよね。生焼けなの食べましたね。明日お腹壊すかもしれない。クリスマスツリーみたいにいっぱいつけるか、毛先に。トイレの女神様みたいになっちゃうか。トイレの女神様ってどんな感じでしたっけ。カメラがどっか行く。あれはなんて言うんでしたっけ。アクリルなんでしたっけ。ちょっと厚めの机に置くタイプのボード。いや、スタンドじゃなくてちょっと厚めのやつ。あれすごかったですね。あんなのもできるんですね。アクスタはやりたいなとは思ってました。結構気軽感ありますよね。アクスタとアクキーね。あれはなんて言うんでしたっけね。買ってくれる？じゃあ作るか。アクスタは正直あれなんですよね。SD キャラを使えば今すぐにでも売れるレベル。わかんない。システム的に今すぐ売れるのかわかんないですけど、あれは著作権僕にあるのですぐに売れるレベルではあります。アクスタってあれですよね。ボードにさ、コルクでくっつけて飾るみたいな、そういう飾り方している女の子いますよね。あれでいいんじゃない？壁一面にアクスタ飾ろう。タペストリーとかも飾ってる人いるんですかね。壁は上に飾りましょう。忘れちゃった。タペストリーをトイレに飾ってる人とかいるのかな。壁はタペストリーあるか。でも床に置こう。床。足場用の透明なボード買ってさ、その下にアクキー飾ろう。水族館みたいな、足元に魚が泳いでる感じの水族館みたいな、ああいう感じにしましょう。トイレにカレンダー貼ってある方がいたけどね。トイレにタペストリー飾ってる人いるのかな。防水加工にしたらお風呂に飾ってくれるかな。飾り方によっては水浸しでも結構雰囲気あるくないですか。ダメですかね。というわけで配信を見守ってるオタクが3人おりましたと。アクアリウムってそんなのあるんですね。やっぱめんどくさいんだ。アクスタは出そうかなとは思ってます。いつかね。LINE スタンプもまあ出したいんですよね。初配信でちょっと話したんですけど、
LINE スタンプ出そうかなとは思ってはいます。思ってはいる。まあ初配信じゃなくて配信見守りつつ後に出てくるんですけど、何でしたっけ、学力テストの問題も解いていたと。僕はその時解いてなかったんですけどね。その後だったっけな。キシロが寝たのか何かしたのか、いなくなった後にベリスと作業耐久みたいな感じになって解いてましたと。それが深夜なのか朝なのか、まあ3時か4時か5時か2時か、まあ、そのあたりに確か数学と英語を解いてたのかな。そうしたらあんな結果になるわなという話ではありますよね。やっぱね、夜中に勉強するのは良くない。良くないよ。ちゃんといい時間にみんな勉強しようね。英語できないっすよ。一応大喜利点みたいなのもあるって聞いたんで、全然わからなかったですよ、正直言ってね。何にもわからないし問題も何言ってるかわかんなかったんですけど、わからないなりになんか面白いこと書こうと思ってあれです、審議の問題ですね。悪也がビリス君のこと可愛くないって言ってましたという。あれはね、正直いけると思った。笑ってくれるだろうなって。頑張ったでしょ。正直笑いを取りに行ったみたいなところはあります。だってわかんないんだもん。ブルーも余計な R が入ってるしね。あいつ一番いらなかったんすね。なんで素直に書かなかったんだろう。オータムもわからなくて季節を春にしたりね。あ、また捨てた。みんなも夜に勉強するのはやめようね。ちゃんといい時間にやってちゃんと寝よう。それがいい。でしばらくはですね、スプラと、何でしたっけ、ゴーストピアが続くと。あれなんですよね、うわ、僕もね勉強は嫌いだね。最初はね、中に僕は入ってなかったんですよ。確か僕以外の兄弟が何でしたっけ、漢字で GO だったかなんかやっててらしくて、裏でね、こいつは閉めたと。学力テストをやろうと誰が言い出したのか、そういう流れになったらしくて、それに僕が巻き込まれたと。そういう話ですね。多分なんだけど月城が悪い。
多分だけどパカヤって言われ始めたのはあの辺りからでしょう。あれもね X でつながってるんで観測はしてたんですよね。造語なりなんなり。そうだよね。まあ見てはいたんですよね。僕人を笑えるほど出来は良くないので、ここはあえてスルーして影を潜めようと。そうしていたら、優しい優しい兄弟が声をかけてくれました。まあ、みんなでコラボできると嬉しい反面、なんでそれなのかと。中学までだっけな、範囲が。中学3年までなのかな、あれは。らしいんですけど、ここだけの話なんですけど、僕あれなんですよね。中学校在籍はしてたんですけど、あんまり授業出てなくて。あ、捨てちゃった。別になんかそういう闇の深い話とかそういう話ではなく、ただ単にめんどくさくて行かなかっただけなんですよね。抜けてるところが結構ありまして、比率とか全然知らなかったんですけど、多分行ってない時ですね、それは。あ、こんばんは。いらっしゃいませ。初見さんですかね。カルピスさんいらっしゃい。焼肉焼いてます。どうですか？なんか食べます？上カルビとカルビと、あと牛タンかっけなだっけな、あとハラミね。ハラミがあります。今日肉の日だから肉焼かんといかんでしょということで。あとなんか謎に求められました。どうですか？焼くのうまいっすよ。で、何でしたっけ？あ、そうでね、まあ勉強はできないのは分かっていたので、あとここ水があります。こいつフィリコです。1本2万円とかします。あ、1万円だっけな。サンリオコラボは2万円でした。まあできないなりに頑張ったよという話ではあります。時たま解説とかしてたんですけどね、得意な兄弟たちが。多分僕と月城だけ何も分かってなかったです。へーってなってました。分かったふりして分かってないです。本当に何言ってるか分かんなかった。ということでね、サンリオといえばなんですけど、僕あれなんですよ、配信でもちょっと言ったことがあったんですけど、シナモロールのゆるどきクッキング、あれのファンなんですよね。知ってます？安田健とシナモロールのゆるどきクッキングだっけな、確かそんな感じの名前でした。3週かけて何でしたっけ、肉巻きロール、何でしたっけあれ、ロールキャベツだ。ロールキャベツを作ったり、今週はあれですね、ただただ定々の空間でしたね。ついに料理をせず定々空間を作り出すという、ああいうのでいいんですよね。
ああいうのがやりたいと思って今です。別に定テクはないんですけど、定テは一切ないんですけど、ただただ肉を焼いて喋るっていうこのゆるさ、どうよ。いいでしょ、たまには。世間ではね、バロラントだのエーペックスだのなんか争いの多いことをしていらっしゃいますけど、それはそれでいいと思うんですけどね。たまには肉焼いて食べませんか？よし、その後スプラトゥーンね、フェスもやりましてと、無事に A になりましてと、よいしょ。スプラトゥーンもね、サイドオーダーが配信されているので、そのうちやりたくはあるんですけどね。どうしようかな、いつやろうかな。結構時間かかりそうなので、時間がある時にやりたいんですよね。って言ってたらフェスも来るしね。20の3月22、3、4だっけな。いつもの忘れちゃった。土日月ですね。今回は、ポテチの味、ポテチではないのか、ポテチで大丈夫か、商品名だから大丈夫だよね。X なりたいね。いや、まずね S だね。とりあえず S 目指そう。フェスもね、多分やろうかなとは思ってます。塩と、コンソメ、薄塩だっけな。その3択だね。塩とのり塩がちょっとあれですね。若干似てる感はありますけど、全部好きだからな。悩みですね。もしかしたら誰か誘ってやるかもしれないし、一人でやるかもしれない。そんな感じではありますね。食べるとなったらのり塩なんですかね。コンソメも最近来てて、あとあれ何でしたっけ、なんとかオニオン、サワークリームオニオン、そう、それあれも好きですね。まあスプラはそんな感じかなって思いますよ。やみやみ。ディスプラとゴーストピアが続きましてと。で、22日にゴーストピア完結と。よかったですね。ところどころなんだろう、パロディなのかなみたいな要素もあって、ネタを知ってると面白いみたいな感じのところもありましたね。で、不審者情報、ちょっとホラーゲームは初めてだったかな。死刑囚の既読が若干ホラー寄りにはなるけど、
読み物以外でのホラーゲームはこれが初なのかなっていう感じはしますね。結構軽めっぽいのでやってみたんですけど、何でしたっけ、チラズアートさんのそういう感じの雰囲気ありましたよね。グラフィックとかね、操作感とか世界観とかびっくり要素はあったけど、あれですね、分かりやすくて助かりましたね。謎にアクションを求められなくていいですね。アクションゲーム下手だからな。ホラーはできるんですけどね、アクションができなくて、サイレントキルとかもう絶対できないレベルのアクションゲームですね。あとバイオハザードとかもね、ああいうのも難しいですよね。ああいうのは苦手だなっていう感じはします。単純に操作が下手で。バイオハザード1はやったことあるんですよ、一番最初の。あれはプレイステーションでしたっけで出てたやつです。あれ確かラジコン操作なんですよね、確かね。それが余計難しくて途中までしかできなかった。そっからはバイオはあれですね、視聴罪になってますね。結構世界観は好きなので人がやってるの見るって感じですね。代わりにやってくれ、何でしたっけ、4でしたっけ。4はなんだっけ、どこの話でしたっけ、覚えてない。最近のバイオはあれなんですよ、虫が出てくるのが良くなくて、そういう意味ではセブンもできないですね。グラフィックも綺麗になって、レオンとアシュリーはどこだっけ、覚えてるような覚えてないようなのリメイクでしたよね確か。なるほどな。レオンとアシュリー1の後でしたっけ、違うか。結構時系列がごっちゃになりますよね。バイオはね、最近グラフィックも綺麗になって迫力も上がりましたからね。ボスのさ、デザインがあんま良くないですよね。別にバット的な意味じゃなくて、バットっていうのもおかしいか、そういう意味ではなくて、なんかまがまがしさが増して若干グロテスクじゃないですか。セブンとか本当にそんな感じでしたよね。セブンだっけ、そんな感じでしたよね。ああいうの良くないですよね。ゲームの進歩の良くないところ出てるね。グラフィックが綺麗すぎて怖さが増してるっていうね。ホラーゲームもねストックしてあるんで、チラーズアートさん最近安くなってたんで、セールが始まってたんでバーゲンセール走っていこうかなと
この間あれなんですよ、語り部が深夜放送やってるのを見てて、深夜放送はやったことあったんで一緒に見てたんですけど、僕もバーゲンセール走りに行ったので今度やろうかなって思います。あと何個かホラーゲームはストックしてあります。あとあれだね、やるって言ってやってなかったアクアリウムね、あれもやろうかなと。ホラー続きになってしまうとあれなんですよね、ホラーが苦手な人がいる可能性もあるので、そういうことを考慮するとあんまり小出しにしていくのがちょうどいいのかなとは思ってはいますね。懸念点としては、操作感ですかね。僕のゲームスキルがどこまで追いつけるかって話。よいしょ。そこだけが不安ですね。で、深夜放送と、これもね1時間ちょっとで、といってもゲームはね多分ね40分から45分ぐらいかな。まあまあに短めのストーリーでね、分岐もそんなに多くなかったのでさらっと見れるやつなので、よかったら見てみてください。ラストも結構衝撃的でね、結構面白かったかなと思いますね。でスプラトゥーンはね、これはいいか、イベントマッチですね。デュアルスイーパー使えるようになりたいんですよね。今後デュアルスイーパー練習会とか普通にあれですかね、縄バトでやりますか。ただひたすら僕がステップの練習をするっていう。で、ザ・ファーストツリーと、これはですね、一昨日ですね。これも結構ストーリーゲーっていうか、なんていうんですかね、あれは雰囲気ゲーっていうんですかね。2つの視点でストーリーが展開するって書いてあったので、視点が結構変わるのかなと思ったんですけど、ナレーションで進んでいく感じのストーリーでしたね。なんでメインはキツネ操作でしたね。詳しいストーリーは内容語られていないので、プレイヤーの解釈次第になる、そういう感じのゲームであったんですけど、景色も綺麗だし BGM もいいと。結構まったりできるようなそんなゲームでしたね。これもねゲームオーバーとかないので気軽にできる感じのそういうゲームでしたね。でキツネになりたい人はぜひって感じですね。サンチョ食べたぞ。あ、捨てちゃった。たまに消えてくね。で僕の枠でやってないからスルーしちゃったんですけど、17日にですねベリスの方のチャンネルで青家の学力テスト答え合わせと、そんな感じでしたねがありまして、実はですね僕兄弟と全然生活リズムが合わないっていう話をしてたんですけど、裏でゲームとかも一緒に全然してなくて、正直あれなんですよね、
語り部と八神菜さんがあの日で初顔合わせなのかなって感じでして、あとはあれですね、ほぼ青家のかなりさんもおはじめましてという感じだったので、なんか挨拶しとけばよかったなという感じではある。正直ね X でもちょっと言ったんですけど、あの日確か歌枠を夕方頃にやってまして、ちょっと寝て参加っていう感じになったんですけど、そうなんですよね。なんかみんな夜起きてるみたいで、いつ寝てるのかなって、そういう感じではあります。あ、そうだ、歌枠の紹介忘れてましたね。歌枠ちょっとやったんで、切り抜きもね、ちょろっと僕のとの切り抜きだけあげたんで、よかったらって感じですね。今後も歌枠やっていこうかなという感じではある。マシュマロが X の概要欄プロフィールにあるので、歌のリクエストとか聴いてほしい曲とかあったらリクエスト投げてくれると、僕が覚えて次の歌枠とかに歌うと思います。そんな感じにしようかな。ちょっとね、あれをレパートリーを増やしたいんですよ。最近の歌は難しくて、ちょっと前の歌しか知らないみたいなね。あとはもうアニソンとかですね、僕が見てたやつ。どういう歌が好き？あれが好き。ミセスグリーンアップルさんの曲はよく聴いてるね。あとはあの日歌った曲で言うと、オフィシャルヒゲダンディズムさんとかですね。もうまあまあ聴いてるかな。アニソンはそんな感じかな。あとはもう見てたアニメの主題歌とかね。ちょっと昔の曲、昔っていうと語弊あるかな。何でしたっけ、ハローワールドとかね。バンプもまあまあ聴いてるかもしれないです。カルマとか歌った。テイルズシリーズ唯一やってたのがアビスで、エンゲルビーツは見たことないんですよ。エンジェルビーツ、見たことないんですよね。聞いたことはあるんだけど、聞いてみるか。後で調べてみるのか。ちょっとリストに入れておきます。歌えるのかな、僕でも。まあまあキー高い曲が出なくて、この声から高い声出るとは思えないんですけど、ボカロって結構高めの声多いじゃないですか。最近の歌手の方もあれですよね、結構キー高い人多いですもんね。お兄様方も話題にしてた。そうですか、話題にしてた。そう、話題にしてたんですけど、エンジェルの問題でね。でも分かんなくて、聞いてみるか。話題にしてる、みんな見てるくらいだったら面白いんだろうな。話題になるのにはそれなりの理由がありますからね。あとボカロで言うとなんだろうな、バラード系とか結構
歌うかもしれないです。夜遊びさんはあれはボカロではないかな。夜遊びさんは結構聞いてます。あと米津玄師さんとかね。あれはハチさんの方でですね。最近はちょっとわかんないです。レモンとあとルーサーとくらいしかわかんないですね。米津さんは最近どういう歌を歌われてるんだろう。あとボカロで言うとね、本当にあれですね、某ニコニコ動画時代のランキング上位だった曲とか、そういうのばっか聞いてましたね。ああ、また捨てちゃった。何枚合計で捨てたんだろう。歌ってみたもあげようかなとは思ってたんですけど、腰が重いね。物理的にではなくね、やっぱちゃんとした動画上げるんならそれなりのプロの方に頼みたいですよね。動画にするならショートとかだったら別に音声が夜なべでできるんですけど、やっぱフルはね、素人じゃ無理だ。難しい。というわけで頼みたいなと思っただけです。そう思っただけです。よいしょ。で歌枠の後に焼肉焼いて食べてますよ。そういう配信なんでね。ヤミヤミですよ。バーチャルならいくらでも食べれるんでね、胃もたれとかしないんで、山頂もたまに食べちゃったり。ここで米があったら最高なんですけどね。やっぱ米しか勝たんと。で歌うの後にちょっと寝て行こうみたいな感じだったんですけど、実はあの日体調が最悪でして、多分デビューして一番最悪だったかもしれない。まだあってちょっと早めに集まろうとはしてたんですよね。ちょっと集まって音量調整してスタートしますみたいな感じの流れで伝えられてたんですけど、ギリギリまで頭抱えてました。なんでちょっと僕遅れていってるんですよ。5分くらい10分くらい。みんな集まった後にやあやあお待たせみたいな感じで何食わぬ顔で入ってるんですよね。でそこでかなりさんとあれですね、ヤガミナさんと語り部と初めましてって感じだったんですけど、体調最悪な状態で会いたくなかったな。なんかもっとちゃんとした時にちゃんと挨拶したかったです。歌枠の時は元気だったんだけどな。歌枠やったのが悪かったか。
いやいいんすよ。僕もね行きたかった。欠席しますとかネタで言ってたんですけど、でもこれ欠席したら面白くないだろうと思って行きたかったんですよね。行きたかったんですけど、正直紛れる能力高いんで、そういう自覚はあったんで、この人数なら紛れられるなと。あと盛り上げ上手な人結構いましたもんね。八神田さんも結構喋る方で、語り部とかもね、みんなで盛り上げてくれてるんで、僕は端っこに添えるだけでこれいけるなと、そういう判断をしまして、多分開始の時点では37度でした。でも多分これはいけると、そういう判断をしたのは僕です。誰も悪くはない。強いて言うなら歌枠をした僕が悪いかもしれない。ここなんかあれじゃない、橋みたいじゃない。ほらイカダだ、見て、もう肉で遊び始めてるもんな。本当は僕の目測では1時間、長くて2時間くらいで終わるだろうと思ってたんですよね。確かにふざけた感はある。ちょっとネタに走って笑い取ってやろうみたいな感じの答えはあった。そんなんやってるの僕くらいだろうと思ってたんだよ。他の人は言うて真面目ですからね。ちゃんとしてる人たちなんで、無難に答え合わせをして笑いを取って終わろうと、そう思ってたんですけどね。結果4時間と謎の2部構成となりまして、2部目はだいぶ記憶がないです。多分その時点で38度でしたね。何も覚えてないです。その時の発言は忘れてください。よいしょ。もう鍋奉行ならぬ焼肉奉行になれそうな気がする。肉焼きなら任せてくれ。でもその日一日寝たら普通に元気になって、次の日スプラトゥーンやってますしね。これが体育会系です。正直全然体調がいい日とかあんまないんですけど、それでもできるのが体育会系です。よろしくお願いします。頭脳は求めないでください。気合で生きてます。いいね。これぐらいでしょ。もうパーフェクトですもん。というわけでね、1ヶ月の己の行動をちょっと振り返ってはみたんですけど、配信ではこんな感じでしたとね。よいしょ。うわ、火力上げるか。これでね5でマックスなんですよね。お、焼ける焼ける。今生焼けの食べたな。今日以降もまた捨てちゃった。コラボの予定は立てているので、
あんまりコラボしない僕ですけど、よかったら見ていただけると、そういった感じの気持ちですね。よし。どうしようかな。これってこれいつ終わったらいいんだろう。なんか2時間くらいやる感じになってるけど、もうね今1時間49分になってる、こっちの時間では。 YouTube はもうちょっとあれかな、タイムラグがあるから。まあでも1時間半はやってる。1時間半焼肉焼いて喋ってるだけ。まあ1ヶ月振り返るこんなもんでしょう。焼肉焼いてくれって言ってたのは月城です。なんか言われた気がした、そういえば夜中に。だからやった。僕は悪くない。というわけでね、よいしょよいしょ。他の兄弟ともねお話ししてみたいけど、いかんせん僕がもう早く寝てしまうせいで。あ、そう、トナカイに肉焼けと。ひどくないですか？これ動物虐待ですよね。あと普通にあれですね、やってるゲームがジャンルが合わないですね。僕マイクラやってないし、バロラントもやってないしで、語り部あれですもんね、スプラやってないですもんね。バロラントやるならエーペックスやろうかなって最近ちょっと思ってまして、ちょっと裏でこそ練してきますね。人並みに動けるようになったら配信でやろうかなって思ってます。バルはちょっとね見たんだけど難しかった。全然何やってるかわからなかった。ちょっと見せてもらったんだけどね、わからんくて、エーペックスやろうかなって思ってます。わあとあれですね、崩壊スターレイルだっちゃっけ、もうちょっと最近気になっててやろうかなって思ってます。でそれをあれですね、学力テストの裏でインストールしてました。本当にごめんなさい。人の配信だし何やってもいいかなって。変なことは言ってないと思うんで、ちょっと喧嘩はしてたけどね、あれはそういう流れかなって思って。そういう流れではあったでしょう。あ、間違えた、生肉食っちゃった。まあいいか、いけるいける。正直そういう流れではあったよ。最初はなんていうか
同期の中でベリスと月城が殴り合って、僕が横でそれを楽しそうに眺めてるっていう、そういう感じの流れだったと、そういう記憶があったんですけどね。あ、間違えた。彼は割と誰にでも噛みついてくる人で、いつの間にか矛先がこちらに向いておりまして、僕はそれにその喧嘩を売っただけなんですよね。買ったのか。喧嘩を売られたから買っただけなんですよ。よいしょ。そしたら思いのほか引くのも早いじゃないですか。そういうところなんですよね、多分。他の人にいじられてるのは。って僕は思うんだけど。弱いんですよね。殴るくせに打たれ弱いんですよ。すぐ引くんですよね。面白いんでいいと思います。あ、これあれか。なんか分かってきましたね。もう1時間過ぎてなんとなく分かってきました。まさかこっちに矛先が向くとは思ってなかったんですけど、僕もね、やられたらそれやり返しますよね。よいしょよいしょ。ああ、正直僕だって殴ろうと思えば殴れるんですよ。っていうかまあまああれなんですよね。一人でいることが多かったので、なんていうか言語の選択はあれなんですよね。結構きつい方ではあるんで、もうそれが嫌な人っているじゃないですか。言葉がきついの苦手な人ってやっぱいると思うんで、まあね、気をつけてはいるんですよ、普段。こう見えてもね。たまにね、気を抜くと森の言語が出てくるんですけど、まあね、人との関わりがなかったせいでちょっと言葉選びが下手なところはある。まあそういうところはあるな、正直。普通に語彙がきついんですよね。それを自覚しているから普段はね、まあこんな感じでおとなしくしているんですけどね。本来は別におとなしいわけではないんですよ。別にやろうと思えばやれるみたいなポテンシャルはあるしですね。まあ気を抜くとあれですね、ああいう感じになると、あれは意図してやってるところはあります。まあ、あれですね、人のことをお前っていうのは月城以外ではしないと思います。今後ね、おそらくきっと。さすがにね、しないっすよそれ。でも割と普段そんな感じなんで、別に僕が荒れてても怒ってるわけではないです。大丈夫です。これで普通なんです。というわけで今後も番宣をよろしくお願いします。よいしょ。
シューター相手にはお前って言いますね。チャージャーか。あれはちょっとやっちゃったなって思いました。ってな感じですかね。あれはしょうがないですね。チャージャーはそういう運命でしょう。時々ライン越えの言語とか出ちゃったりしたんですけどね。途中で突然黙るのは飲み込んでいる時です。言葉を飲み込んでます。 YouTube では流せないようなバリ雑言を。そういう時なんで察してください。あと普通に言葉を忘れてます。ということでもう2時間経っちゃったけど、そろそろあれか、時間制限か。時間制限あるかな。ここ出てけって言われちゃうかな。2時間ひたすら焼いてたけど。明日の配信はね、明日はねおそらくやると思います。わかんない。やるかやらないかは明日の僕次第ってことにしとくか、いつもの感じにしとこう。やるとしたらそうだな、さっきいくつかピックアップしてきたんですよね。ビッシュル人。どうしようかな。さっき言ってたなんか例外配達でも化けの皮を剥がすと僕のブランディングに関わるからやめてください。なんかね、常識枠で言ってるんで、そういう感じにしときましょう。僕のテンションでキレゲーしても多分面白くないんだよね。キレゲーってほどキレないんですよ。語彙がちょっとあれになるだけです。なんだっけな、さっきダウンロードしてたんですよね。すぐ忘れちゃう。なんだっけな、あれだ、何でしたっけ。なんか幽霊調査隊みたいな、全然違うと思う。ちょっと待ってね、ちょっと肉焼き切ってファイル開くわ。そう、キテレツ相談ダイヤルですね。面白そうだなって思ったんでさっきダウンロードしてきました。明日これできたらやろうかなって思います。
できたらね。というわけでもう永遠に肉焼いちゃってるんで、そろそろ終わろうかなって思いますよ。そろそろ生産しないとね、怒られちゃうかもしれないので、最後に3食っとこう。というわけで、デビューから1ヶ月、じわじわではあるんですけど、チャンネルも伸びてきて嬉しい限りではありますね。今後もいろんなことにチャレンジしていきたいと思いますので、今後の番宣6をどうぞよろしくお願いしますということで、3食っとこう。また明日から3月が始まりますよ。もう3ヶ月経ちました。次に焼肉シミュレーターをやるのは4年後のウルー年です。4年後の2月29日で会いましょう。それまで僕が生きていればの話だね。というわけで、三茶食べよう。早いですね。もう1ヶ月ですね。正直ここまで続くとは思ってなかったですね。1ヶ月も続くとは思ってなかった。これからもね、のんびりやっていこうと思いますよ。よし、というわけで本日はこんな感じで終わりたいと思います。また明日から2ヶ月目の万世録をよろしくお願いします。終わりの挨拶そろそろ決めとかないとなんだよね。今のところおつろくみたいな感じでやってます。どうかな。今日それやってみるか。ではまた今度会いましょう。おつろく。